第3章、ようこそ我が家へ。かなり歩いてきたけど、どこを見ても自然でいっぱいだな。なんだか、初めての場所で不安や恐怖すら感じるな。それにしても、手紙を運んでくれた猫ちゃんって、不思議な猫だったな。そういえば今日って、お願いしてた占いで、確か猫、だったかな。手紙を取りに来るとか言ってたな。猫が取りに行って、何か猫好きな人とか、猫ひろし、じゃないよな。おい君、見えてるか？手紙をもらいに来たにゃん。うわぁ。本物の猫が来るとは、びっくりした。本物も何も、猫が取りに来るって言ってるんだから、猫だにゃん。ちなみに私は、助手のミラクルだにゃん。手紙を受け取ったら帰るから早くくれ。この手紙です。どうか占い師さんによろしくお伝えください。わかったにゃん。手紙に書いてある日時をしっかり守ってくれにゃん。じゃあね。消えた。どうなってるんだ。あれにはかなり不意をつかれてびっくりしちゃったな。でも、きっとあいつはもっと怖い思いを感じながらの移動だったんだろうな。おい、卑弥呼、いつもながらによく寝るな。ミラクルおはよう。今日は朝からどうしたの？まったく、毎回だけど卑弥呼には呆れるにゃん。今日は依頼のお客さんが来る日だにゃん。私は迎えに行くから卑弥呼は準備するんだにゃん。すっかり忘れて、じゃなく、準備するね。でも、普段都会での生活だと、自然って場所はパワーをもらえてる感じが今日はしてるな。それにしても、案内をしてくれてるかのように、鳥が交代で飛んでるな。手紙を渡した時の猫ちゃんだ。今回はよろしくね。消えた。ついていけばよいのかな。こっちだにゃん。ついてこい。不思議な場所で不思議な猫ちゃんだな。あの建物だにゃん。先に行くから来てにゃん。占ってもらうための目的地って、こんなお城みたいな場所だったんだ。連れてきたぞ。卑弥呼は準備できてるのかにゃん。ミラクルありがとう。ここが入り口だな。あいつのためにも占ってもらうからな。すみません。今回お願いした猫山祐介です。ようこそゆうすけさん。この占い館へお越しくださいました。私が占い師の卑弥呼です。今回はお願いします。今回はお願いします。さあ、占うための部屋まで案内しますのでついてきてください。みんな、邪魔してごめんね。この部屋を、また貸してね。こちらの部屋は、精霊の部屋といい、この辺りの自然の精霊たちから、パワーをいつも借りてます。あまり占いとか今までは信じてませんでしたが、僕にも、この部屋からの不思議な力は感じられます。今回ゆうすけさんに、これだけ遠い場所まで来てもらったのには訳があり、この森の精霊たちに見守られ、仲良く日々を共存しています。ですので、この場所に住む自然や動物などからパワーをもらい、占うことができてます。ちょっと待った。占いはまだ始まってないよね。ゆうすけさんもお疲れだから、これを飲むと良いにゃん。アイスコーヒーだにゃん。この辺りの特殊な豆で、癖のない味と柔らかい香りでリラックスしてほしいにゃん。
ミラクル、いつもありがとうね。ありがたくいただきます。ゆうすけさん、飲みながらでも、リラックスして始めましょうか。それではゆうすけさん、占いに入る前に、占いたいジャンルと、その内容を教えてください。ですが、これだけは約束してください。話す内容は、必ず嘘なく話してください。わかりました。真面目に占ってもらうためにこちらまで来ましたので、こちらこそお願いします。ゆうすけさん、安心して卑弥呼に何でも話すと良いにゃん。ミラクルちゃんありがとう。占いのジャンルは、あいつの現在の気持ちを知りたいのと、占いの内容は、現在、我が家には13歳のメスの猫がいます。名前はクロです。僕が実家にいる。今から13年前に両親が知り合いからもらい、その日から実家の家族になりました。父は人にもペットにも恥ずかしながらも優しくなく、そこまでクロも懐いてなかったみたいです。ですが、母は優しい人でクロにも普段から背中に乗られたり、一緒に寝たりしてました。そんな日々を過ごし、クロもこのまま実家で一生を過ごすものだと考えていたでしょうね。そんなある日、母から連絡があり、父も母も高齢になり、住まいを集合住宅に引っ越すことを聞きました。集合住宅でもペット可の場所もあるのでしょうが、両親の引っ越す先は不可でした。クロはおとなしく、警戒心が強く、臆病な性格で、僕もクロが小さい頃から見てきましたが、先の人生どうするか悩みました。僕なりにあれこれ考え、クロのこれからの幸せを考えて決断しました。残りの人生、よかったら我が家に来なよ。これが僕の考えた結果でした。そこまで考えてもらえたなら、クロちゃんも嬉しかっただろうね。そうよね。家飼いのペットが、もし、外に出されても、生きていけない気が私はします。生命あるもの、すべてに言えることでしょうが、どんな巡り合わせがあるかで、先の人生は決まりますからね。僕も、卑弥呼さんの考えと同じで、自分がクロと人生を共に過ごそうと、真剣に思いました。引っ越し当日、僕はクロを運ぶための移動時間も、できる限りストレスを感じないようになるべく大きめなペット用のバッグを購入しました。先ほども話しましたが、クロは臆病で抱っこすらさせてくれない性格でしたので、バッグに入れるのも苦労しました。移動は徒歩や電車や車と乗り継ぎましたが、喉は渇かないか、トイレは平気か、など気にしながら移動しました。移動の間、クロはどんな気持ちだったのかわかりませんが、不安と恐怖だったでしょうね。そんなこんなで、無事に我が家に到着することができました。クロをバッグから出した途端に、怯え、逃げ場を探し、恐怖を感じる目をしてました。クロ用に食べやすいまんまや、他に色々と準備はしてましたが、3日間食べなかったし、水すら飲まなかったです。このままでは、クロは死んでしまう。ではと本気で悩みました。食べさせることはできないので、少しでも安心できるように、撫でてあげたりしました。日々少しずつでも安心できてきたのか、クロも我が家に慣れてきて過ごしているように感じてますが、実際のクロの気持ちを聞くことができないので、今回、卑弥呼さんに占ってもらいたいのです。卑弥呼さん、クロは我が家に引っ越してきて、本心ではどう思っているのでしょうか。教えてください。クロちゃんも、それだけゆうすけさんの愛情を受ければ幸せでしょうね。ゆうすけさんが、ここまで来た理由がわかりました。それでは占いに入ります。それでは、こちらのカードに、真ん中の3本指を置き、願いを伝えてください。はい。お願いです。クロが現在本心で思っている気持ちを教えてください。ゆうすけさん、お願いは伝えましたか？霊力と一言で言っても、いろいろな力があります。
私に力があれば、皆さんの元まで行けるのですが、残念ながら、私にはそこまでの力はありません。そんな私には、山や森、川や動物の皆さんから、いつも優しいパワーをもらってます。自然界の皆さん、今回も、ほんの少しだけで良いので、私に霊力を分けてください。お願い。願いは聞き入れた。卑弥呼よ、願いを占うがよい。霊力が力を貸してくれるみたいです。それでは先に進みましょうか。これで、卑弥呼式の方は完成しました。こちらは占い師の皆さんで様々です。結果の前に、カードの場所ごとの意味の説明をします。十字上、本人の健在意識。十字右、未来。十字下、本人の潜在意識。十字左、過去。そして、十字中央下が、現在。十字中央、上が、アドバイスカードになります。次に、右4連の下から、本人の状況。右4連の下から、一つ上がり、周りの状況。右4連の上から、一つ下がり、本人の希望、不安。最後に、4連の一番上は、最終結果。神秘なるカードよ。そして、嘘偽りない真実を。占い結果は、このようになりました。いくつかポイントになるカードの説明をします。ザ・タワー、逆位置、突然の環境変化に当てはまります。カップの10番、正位置、自分の幸せな居場所。カップのエース、正位置、飼い主から愛情をもらい、自分からもたくさんの愛を注ぐ。クロちゃんは、ご実家の時の環境は、低い場所で過ごしてたのですか？実家は平屋の1階でしたが、現在は3階建てで、黒の部屋は3階です。こちらのカードで、普段の生活の高さからの変化を教えてくれました。それと、ご実家でのクロちゃんの環境は、あまり良くなかったのですか？恥ずかしながら、環境は良くなかったです。先ほどもお伝えしましたが、母は黒も愛情を感じてましたが、父が気分屋でしたので。なるほど、クロちゃんも色々な経験をされたのでしょうね。そうだ。過去には、こんな不思議な出来事もありました。両親は、生まれて間もない子猫2匹を連れてきて、自分が白と黒と名付けました。白は人懐っこく、黒はおとなしく、控えめな性格でした。そんなある日、父は膀胱炎だったらしく、よく暴れ、叫んでました。救急車を呼べ、人の痛みはお前らにはわからないだろ。その同じタイミングで、白が急激に体調不安になり、白を病院に連れて行くも、手遅れと言われ、亡くなりました。病名は、膀胱炎でした。その日から不思議なことに、父が膀胱炎で暴れ、叫ぶことはなくなりました。そんな不思議な出来事があり、白が早くに亡くなり、黒も寂しかったでしょうね。クロちゃんもいろんな、辛く、悲しい気持ちなども、過去にあったのでしょうね。私も白猫だけど、ゆうすけさんに今回引き取ってもらって、クロちゃんも結果喜んでると思うよ。僕もそう言ってもらえると、黒の人生を変えたことも浮かばれます。それではゆうすけさん、今回の占いでの結果をまとめて伝えますね。過去は辛い気持ちになる環境下で過ごしていました。本人はこのままの環境で過ごすと考えていた矢先に、外の世界に連れ出され、気づいた時は、息子の家であった。その衝撃な瞬間は、今でも忘れていない。新しい環境では、
今まで経験をしたことのない環境で、目の前が壁しか見えなかった日々から、周りを見渡せる環境で、初めての気持ちになった。現在は、とても幸せな気持ちで、日々を過ごしてます。新たな環境での主人は、温かく、幸せである。でも、過去のような生活や、環境に戻らないか、不安は未だにあります。最終的には、環境の変化、主人が変わったり、トータルで最高の幸せを維持できる未来を迎えます。猫アイドルだよ、みんなで楽しもう。にゃーにゃー歌おう、幸せのメロディー。にゃーにゃーにゃー。星空の下で仲間と手をつないで飛び跳ねるようにリズム。黒が現在幸せを感じてくれてるならよかったです。ゆうすけさんの優しさは、クロちゃんにしっかりと伝わってましたね。同じ猫として、ゆうすけさんに感謝の気持ちで、神秘の泉に連れて行ってあげるにゃん。ゆうすけさん、ミラクルも喜んでますし、行きましょう。ここだにゃん。たくさん良いパワーをクロちゃんに持ち帰ってあげて。すごくリラックスできて温かい気持ちになれますね。今回はひみこさんにお願いしてよかったです。帰ったら黒に伝えときますね。ありがとうございました。ミラクルお疲れ様。ゆうすけさんは納得して帰ってくれましたね。今日も、精霊のみんな、霊力を分けてくれて、ありがとう。またね。今回も、森の精霊たちの送り主、ひみこを最後までご視聴、ありがとうございました。この先も作品は続々配信しますので、チャンネル登録、いいねとお願いします。この作品は、占い師のひみこさんのご協力で制作してます。今後も不定期にはなりますが、占いのスピリチュアルやパワーを皆様に届けます。これからも応援をお願いするにゃん。夢がまた彩る。安全かな森小鳥がサイズ